黒木さんこんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日は、こちらです。綺麗ですよね。ねえ、皆さんも今あちこちで見かけると思いますけど、サルスベリを使って、染めたいと思います。今日花も一緒に。そうなんです。そうなんですね。はい、まあ花を見終わった後でもいいですし、もう今終わりかかってます。そうですよね。はい、なんでこれ全部使わせていただいて染めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あちこちで咲いて結構長い期間皆さんね楽しまれてと思います。で、ちょうどねそんな時期にサルスベリを染めるのがねなんかちょっとかわいそうな気もしますけど、もう花がこう落ちかかってますのでね。であとこの夏の間にすっごい間延びしてますよね。意外とこうポコって結構こうつるがだーっと長くなってちょっと隣とこう喧嘩したりとかないですか？そういうところとかをもう剪定がてら、切ってで染めにさせていただきたいと思います。はい。でちょっと大きいですのでカットしていきますね。あと花も葉っぱも茎も全部使います。もうねちょっと適当な大きさによいしょ切りながらでちょっともう実っていうかな花の跡がこうね実になりかかってますけどもう全部使います。ね、まだ可愛くて綺麗なところ飾ったりとかしながら、本当もうね落ちるんですよ。もうね花の頃が終わりかかってる時期にサルスベリで染めたりします。意外とこのね白とかピンクは意外と見かけますよね。そうですよね。この色意外と珍しいですけど、近所の方にいただきましたのでどうしてもね隣の枝と本当に重なったり、あと木のつるいろいろ草のつるが絡まって次の年はちょっともう大きすぎるっていうこととかも言われて、でいただいたんですけどね、これ見てください。かわいいよね。こうね本当に10センチぐらいかな自分の思う長さにこうカットして、カットしながらねこう巻きついてる葉っぱとか草はちょっと分けてください。でお花もこんな感じで、はい、全て切りました。サルスベリってどうやって書くか知ってます？漢字ですか？はい。漢字わかんないです。100日紅100日、はい、100の猿は全然出てこない。出てこないんですよ。一十百の100に1日2日の日に紅って紅花の紅でサルスベリって書くんですけど、それだけ暑い夏でもものすごいずっと咲き続けてますよね。もう枯れてもまた次が咲いてって言ってこう花の時期が長いですよね。もう長いですよね。夏暑いとこにこうエンドウとかを楽しませてくれたりしますよね。だからそれだけはい100日こうって書くのはやっぱりそういうところから赤い花をね切れるみたいです。猿が滑るからじゃないんだ。猿も滑るみたいですね。猿も滑ったとこね見てみたいですけど本当にお山にとか自生してたら結構大木ですもんね。サルスベリの木ってだから猿もこう登ってるけど本当ツルツルしてるので、いや滑ると思いますね。ちょっと見てみたいです。見てみたいですね。
猿も木から落ちるはあるけど、はいはい、猿も猿滑りから滑るは見てみたい。はい。そしたらこれをお鍋の中に入れていきたいと思うんですけれども、よいしょ。今日はね、猿滑りってね、実は結構すごいんですよ。だいたい本とかによると4回ぐらい出る染液が。なのでちょっと多分このお鍋で、お家のねお鍋で入るぐらいで、4回だと長いけど、せめて2回はね取れるようにこのぐらいのお鍋でやってみたいと思います。今日今カットしました。で今日はお茶にせず染めの方だけに使いますので、こう今咲いていたのをカットしてそのまま洗わずに煎じたいと思います。なんかごちそうができそうねえ。わあすごい。見てください。なんかもうねえ、もったいないけど香りがすごい。はい。これもし煎じたらもっときそうですね。お水が今7分目ぐらい入ってます。これを火にかけます。よいしょ。お鍋に合わせてですね、こうしとーっとなりますので、ちょっと溢れてるそうですけど、火をねつけると沈んでいきますので、このぐらいでちょうどいいかなと思います。で火をつけますね。今日ね暑いですけど、木ですのでちょっと火力を上げるというのかな、中火のちょっと強ぐらいにしてます。木からね木の枝から染液をこうどんどん出したいので、ちょっと火力を強めにしてます。で暑さも若干和らいできた気もしますよね。9月に入ってそうでもない暑いですけど暑いですけど、でも8月の真夏の感じからすると幾分ね、なんかね、風も和らいできてますので、若干ちょっと火を上げてみたいと思います。でもね、猿滑りってやっぱこう夏のこういう終わりぐらいにしますので、ちょっとこう残った残暑もね意外と味わいながら、今年の夏は暑かったねとかってね思いながら、でもね無事で過ごせてよかったっていう感じが、これでちょっと沈めて、でちょっとお塩入れましょうかね。よいしょ。お塩一つまみ入れますね。これで沸騰するまで様子見ながら、沸騰したらちょっと火を落として、またねいつもみたいに20分ぐらいちょっと様子を見てみましょう。今ねこうボコボコ沸騰しだしましたので、このまま20分ですね、20分ぐらい、染液を出したいと思います。このまま中火でもいいし、ちょっと若干弱めてもいいですので、ちょっとだけ弱めましたけど、吹きこぼれることがありますので、ちょっとだけ中火ぐらいにしました。今だいたい20分ぐらい経ちました。で、染液もすごい色が出てきてます。お花がね全部こう溶けてわーっと浮かんでまして、こう水中花みたいになってね、あれですけど、染液が結構濃く出てきてますので、一回ここでこしましょうかね。
はい、じゃあ一回火を止めます。で、よいしょ。熱いので、よいしょ。熱いですのでね、気をつけて。どんな感じのね色になったか。よいしょ、重いですけど、まあね、家庭によってはいろいろお鍋とかでいますけど、こんな感じですね。温かい。はい。結構花びらがねふわーっと出てますので、今日は腰風を使ってます。お家にある布で何でもいいですので、はい、こした後の枝ね、同じのものを使います。まだここから出ますのでね。もうお花がこんな状態になっちゃったけどね、絵の具みたいになっちゃった。でもほんと強いので、2回目もちょっとね頑張って。さっきこんなにあったのがほら半分以下に傘がこう傘がピシャンとなりましたよね。なのでね、だいたいお鍋に入れる量ってね、ちょっと多めでも大丈夫です。花びらが真っ白になってます。紫の色素が全部溶け込んで、サルスベリのね濃い紫の色でしたよね。あれが今一回ねこう煎じた時に全部抜けて、色素がとっても、ほら透き通るような花びらになって浮かんでます。ですごい幻想的じゃないですかこれ。ねえ、なんとも。ちょっとほらこの辺もそうですけど、ほらほら。では火をつけます。よいしょ。またねまた一からなので中火の強でいきますね。熱いけど沸騰するまで待ってですね、沸騰してからまたちょっと20分ぐらい様子見たいと思います。結構こう重ねて何回もっていうとちょっと長期戦で大変そうですけど、まあでも量が取れますしね。1回だけこういう枝物って桜もそうですけど1回だけっていうとやっぱもったいないんですよね。それこそね今回の浜松でもあったんですよ。お客様からあそこの道を通ってくださいってあったんですよ。でなんかどこの道かなんとなく分かったんで、そこに何があるんですかって言ったら、サルスベリが今すごい全盛期というか花盛りですごく癒されますよって言われて、本当ですかって言って、で私も終わるのが夜なのでね、朝行く時に通ってきたら沿道とかに結構サルスベリ植わってますよね。でそれをこのことだと思いながらすっごい元気いただいて、いやもうこのなんていうんだろう、サルスベリって多分夏の暑さでみんな大変な時に結構こう元気づけてくれるお役割というかですね。香りとかなんだろう、お茶とかさっきねいつもしてますけど、もうそういうのとはまた別で本当に花の時期が長いので、もうとにかくいろんな人をこう元気づけてくれる役割かなと思ったり、しましたね。だから夏の暑い時に元気いっぱい咲く花ってあんまりないですもんね。意外とねひまわりとかを思い浮かんだりもしますけど、それは言ってもあんまりねひまわりとかも群生してるとこも最近見ないかな。もう
サルスベリとかは意外とどこの大体の地方でこうエンドウとかああいうとこにも植わってますよね。宮崎でもねバイパスとかありますよ。まあ白とかピンクとかいろいろ種類がありますけどね。そうそうそう。それこそ私実家にお墓参り行った時にお墓にもお墓のまで行くところにもすごいサルスベリがすごい赤っていうんかな、ピンクっていうか濃いのがね咲き誇ってて、ほんと真夏の暑い中なんだけどなんかねほんと元気もらいました。さあ、じゃあ今20分経ちました。はい、じゃあ火を止めて2回目こしていきたいと思います。熱いのでね気をつけて。すごい匂いがさっきよりも出てますね。おっと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 。よいしょ。はい。なんかね萩の匂いに似てますね。なんともこう豆草っぽいというか、すごいほらこの妖精たちみたい。このねなんかふやふやってしたのがふわふわしてますね。ちょっと目が結構ね細かいもので詰まった時は腰符をねちょっとずらしながらこしていきます。だから意外と大きいシーツのね古いシーツとかそういうのがいいかもしれない。ねえ、あんな綺麗な花たちが真っ白。ほら不思議ね。で最後は絞ります。はい、これで2回こしました。